幸い、被害はそれほど大きなものではありませんでした。傷ついた神王の手当ては、シャブ業に任せればいいでしょう。流れてるのって、神王の樹液か？あれ？これって、まさか、この人もう亡くなってるんじゃないか？今までも旅の途中で同じような現象をオイラたち見てきただろう。でもなんでこんなところに。二人とも辺りを確認してみましょう。俺はここで倒れるわけには。仲間たちのためにも俺は。おい、何があったんだ？お前たち何者だ？早く逃げろ！猛獣がまた来るぞ。奴らに目をつけられたらもう逃げられない。俺たちは稲妻を守り最後まで戦い抜かねば。何？知らないのか？稲妻はもう暗き闇に覆われてしまったんだ。辺りには猛獣が溢れ返っている。それだけじゃない、もっと凶悪な魔物もいるようだ。いや、俺たち人間が存在した証もおそらく奴らに食らい尽くされてしまうだろう。でも周りには何もないぞ。まだその時じゃないってだけだ。奴らは必ず戻ってくる。だから早く逃げろ。もう時間がない。今は将軍様も狐西宮様もいらっしゃらない。頼れるのは自分たちだけだ。俺たちがあとどれぐらい持ちこたえられるか俺にもわからない。だがもし希望までも捨ててしまえばそれこそ本当に何も残らないだろう。慌てることはありません。私はここにいますよ。将軍様、お帰りになられてたんですね。お願いします。どうか我々を助けてください。どうか稲妻をお救いください。あなた様の無情なる来光がなければこの暗闇を払いのけることはできません。このままでは稲妻全部が猛獣の餌食となってしまいます。落ち着いてください。もうあの戦争は終わっています。終わった？一体何をおっしゃって。辺りをよく見ればわかります。草木は生い茂り、風も至極穏やかです。あなたの記憶にある平和な稲妻と何ら変わりないはずですよ。魔物もおらず、命を脅かすものもありません。確かに。しかし一体どうして奴らはさっきまで近くにいたのに。つい先ほど私はこの目で見たんです。戦友たちの体が紙のように引き裂かれる姿を。おい、落ち着けって。もう大丈夫だ。ああ、そうか。将
将軍様が稲妻を救ってくださったのですね。将軍様を信じることはやはり最も正しい選択でした。将軍様がいる限り稲妻は永遠に安泰でしょう。ありがとうございます、将軍様。本当にありがとうございます。どうしたんだよ、はい、もう消えてしまいました。オイラ、何が起きたのかよくわからなかったけど、でもなんだかすごく悲しくて絶望的な状況だったみたいだ。私の考えが正しければ、先ほどの一幕はとある仏師がこの地に残した記憶でしょう。神王は地脈から汚れを吸い取って浄化することができます。ハウンドに襲われた樹幹の傷から汚れが漏れ出し、凝集して実体になったのでしょう。もし集まったのが凄まじい汚れであれば、形成された個体は強い攻撃性を持ちます。そしてその汚れが浄化された時、記憶となってそこに現れるのです。浄化された汚れはすぐに散逸し、再び地脈へと溶けていきます。つまり過去に亡くなった人たちの記憶が今ここに現れたってことか？その通り。あの兵士も数多くの犠牲者の一人であり、彼が言っていたことこそ500年前に稲妻で起きた災いなのです。はい、当時稲妻は数々の危機に直面していました。それは本土に関することもあれば、すでに滅びた王国カーン・ルイヤに関することもありました。稲妻の災いは私にとって決して看過できるものではありませんでした。すぐにでも私が介入しなければ、その災いはテイワット全土へと広がってしまう可能性さえあったのです。ただ、私の友人である狐西宮は私にこう言いました。周りにある力のすべてをもって稲妻を守る責務を担い、私の不安を取り除くと。誰も口にはしませんでしたが、私も彼女も分かっていました。その先にあるのが茨の道であることを。それってカーン・ルイヤに災いが起こった時、稲妻も襲われてたってことか？はい、無数の魔物が突如稲妻に現れたのです。狐西宮は人々を守るため自らの命を捧げました。私は彼女の最後を見届けることはできませんでした。けれど彼女は命果てるその瞬間まで私との約束を果たしてくれていた。私はそう信じています。しかしそれでも稲妻の惨状は想像を絶するものでした。あの悲劇はこの大地に、そして私の心に大きな傷を残しました。はい。失ったものがもたらす苦痛を私は直視することができませんでした。たとえたたり神を断ち切り魔獣を殲滅できる強大な武力を持っていたとしても、結局時間には抗えません。大切な人を留めておくことはできないのです。しかし人間の願いを目にしてからは私もいろいろと考えました。いつまでも過去にとらわれてばかりいるわけにはいきません。以前あなたと一緒に稲妻を散策した時、数百年にもわたる稲妻の進歩を、そして人々の可能性を見届けました。その全てが私の想像をはるかに上回るものでした。前進することは損失をもたらしますが、それはまた出会いも生み出します。
先ほどの兵士も数々の失ったものを見届けながら、それでも前進して戦うことを選びました。あの時代の犠牲者が命を賭してでも追い求めた未来。彼らの心の中に存在したその風景は、私の望んだ永遠とは違っていたのかもしれません。稲妻の神として、今こそ彼らの期待に応える時です。かつてその血を流してきた兵士たち、その輝かしい魂はこの大地に眠っています。あなたたちの努力を忘れることはありません。エイの表情がすごく真剣だ。行きましょう。私たちはまだ被害を受けている神王を調査しなければなりません。ここにも獣液ハウンドがいたぞ。私に任せてください。無我の境地。よっ、せっ、さ、そこ、はっ、せ、見切りました。よっ、せ、ここより弱滅の時。あれ、A の様子なんかおかしくないか？どうしてそのようなことを聞くのでしょう。普段ならもっと手際よく刀を抜いてシャキーンって一瞬で切り伏せるだろ？心配はいりません。私はただ力を温存しておきたいだけです。事前にある程度の情報を得てはいますが、いつ不測の事態が起こってもおかしくはありません。ですから最善の準備をしておかなければならないのです。もしより強大な魔獣があたりに潜んでいたら、それに対応できるだけの力が必要になりますから。おお、さすが百戦錬磨の大将軍。この木の根は深い傷を負っているみたいだ。このことをシャブ業の人に伝えないと。あれ、また光り出したぞ。あなたは古山？将軍様、遠方の戦場へとお出向きになられたのでは。どうしてまたお帰りに？遠方の戦場？これも500年前の出来事なのか。私から紹介しましょう。この者は古山。かねてより私に付き従っていた茶人です。古山は目が見えませんが、常人をはるかに超える神秘を備えています。彼が入れたお茶は稲妻でも一二を争うものなんですよ。そんな恐れ多い。これはただ将軍様にずっと付き従って得得した特技に過ぎませんよ。ところでお客人をお連れのようですが、このような状況ではおそらく皆さんにまともなお茶をお出しすることはできません。それでもよろしければこちらに座ってしばらくお休みになられませんか？何せ外はもう大混乱ですので。なあ、おいらたちどうしたらいいんだろう。そうなんだよ。外はもう猛獣だらけで真っ暗なんだ。それに怪我人もいっぱいいて。そうですか。もうここまで攻めてきたのですね。付近の住民はもうほとんど逃げました。彼らはこの老骨も連れて行こうとしましたが、
私は意味がないと思いここに残ったのです。将軍様がいらっしゃるのですから私が逃げる理由などありません。それにもしこれが将軍様ですらどうしようもないことだったとしたら一体どこに逃げればいいというのでしょう。逃げるのは生き延びるため、生きたいと思うのはまだやり遂げていないことがあるため。しかし私にはあいにくそのような考えがありません。後悔や心残りもないのです。将軍様がお茶をたしなむ時、いつも無双のことを私に話してくださいました。その話を聞いていると、たとえ長いこと光を失っていた私でも稲妻の最も美しい山々や海を旅しているような気分になれたのです。時が経つにつれ、私は将軍様のロマンと夢のある考えを理解するようになりました。いつも言っていましたよ。美しきものは時の流れとともに変化し消えてゆく。だからこそ人生において悔いのないよう楽しまなければならないと。それって。私はすでに無数の美しき物事を見てきました。たとえ最悪の今であっても何の不満もありません。それも間違ってはいません。あと少しすれば私も将軍様にお別れを告げる時が来るでしょう。この災難の後、将軍様の再建した稲妻を見れないのは本当に残念で仕方ありません。しかしそれでもいいのです。皆稲妻が闇に包まれたと言っていますが、私の目には稲妻はずっと真っ暗だったんですから。災難が過ぎれば新生が来たるもの。たとえ私がその時まで生きながらえたとしても、ただの風情のわからぬ盲目の老人。やはりこれ以上はやめておきましょう。おや、これはいけない。自分の話ばかりしてお茶を出してもいませんでした。将軍様がいらっしゃったというのにお茶すら用意できていないとは、なんと失敬なことを。少々お待ちを。今すぐ。おや、茶道具はどこに？もしや他の者がここを離れようとした時、どこかにぶつけて割ってしまったのでしょうか。確かに茶道具はどこにもなさそうだな。やはりありませんか。いつもはすぐそばに置いてあるはずなんですが。いやはや、将軍様と客人方にお恥ずかしいところを見せてしまいました。いえいえ、客人に取りに行かせるなんてあまりにも礼儀を欠いてしまっております。問題ありません。あなたはここで休んでいてください。私たちがすぐに取ってきますので。将軍様は直々に行かれるのですか？なりません。そんな恐れ多いこと。それに外の戦況も。この場所は複雑で、あなたの記憶にある茶屋とは大きく異なります。私たちに任せてください。わかりました。まさか将軍様に茶道具を用意してもらう日が訪れるとは。最後の後悔と言いますか、最後の幸運と言いますか、
ったく。どこに行けば茶道具が見つかるんだろうな。お茶は飲めなくてもいいけど、あの優しいおじいちゃんが500年前にいろんな悲しい目にあったと思うと胸が痛いな。私も彼の入れたお茶が恋しくなってきました。そうだ、上里屋敷に行こう。あそこならきっと茶道具を借りれるはず。